お腹すいた。もう昨日からボタンエビとウニとカレーライスとピザとお茶漬けぐらいしか食ってねえから、お腹がペコペコで辛い。なんか冷蔵庫に手軽でパパッと食べれる美味しい食べ物入ってないかな。なんだ、いいのがあるじゃん、お手軽な感じのやつ。これ夜食にぴったりだな。天然本マグロのマグロのカマだわ。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、天然本マグロのカマっていうことでね、ちょうどいいの入ってました。というのは冗談で、これ2日前から解凍しておりました。で、ようやくね、溶けてきてさばけそうなんで、今日食べていこうかなと思います。で、これが多分220キロから250キロぐらい。そのぐらいの天然本マグロのカマだと思います。このカマだけで10キロあるんですよね。で、こう立ててみると大きさわかりますよ。ほら。こんなでかいですからね。ここに顔があったっていうイメージですね。このぐらいの顔ですね。なんで頭だけでこのぐらいのでかさ。まあ伝わんないかな。動画では伝わりにくいんですけど、とにかくバカでけえマグロです。で、脂の乗りも最高なので、今日はこのマグロを使って、もう酢飯と一緒に丼作ろうかな、これで。で、今日はちょっと酢飯もこだわって作っていきたいなと思いますんでね。パパッとやっていきたいと思います。そしたらまず、ここをノコギリで切ってしまいます。ここ何かというと、背髪と頭肉の間ですね。だからほとんど、赤身ですね、ここは。で、ここはね、骨が強いので、もうノコギリでいっちゃいます。よいしょ。はい。こんな感じ。結構ね、簡単に取れます。まだね、骨がたくさんついてますんで、これは後で処理します。とりあえずどんどん小さくしていきます。一度ここ落としちゃいますか。はい、これでヒレが切り落とせました。これがね、胸びれの部分ですね。で、胸びれのここにもお肉入ってますんで、こういうところもね、後でスプーンですくって食べていきたいと思います。で、胸びれのこう付け根の肉、ここは結構筋っこいんですよね。なんでこれはね、塩焼きとかにすると美味しいですね。さあ、そしたらいよいよカマトロを取り出していきましょう。で、取り出す前に、こちら一回洗っていきます。結構ね、汚れてますんで、生で食べる場合は、綺麗に洗った方がいいですね。で、ある程度水でさっと汚れを落としたら、食塩水で、こうやって仕上げします。食塩水で洗ってあげれば、身の中に水分は入っていきませんのでね、食塩水で仕上げで洗っていきます。で、ここの胸びれと赤身の部分も一緒ですね。同様に洗っていきたいと思います。はい。では、そしたら、カマトロを外していきます。でね、本当にカマトロはこのぐらいしか入ってないんですよね。で、包丁はどんな包丁でも大丈夫です。出刃じゃなくても、こういうね、万能包丁でも OK。で、包丁と指を使ってくり抜くっていうイメージですね。で、ちょっとやっていきますね。で、これみんな肉じゃなくて、ここら辺骨がね、入ってるんですよね。なので、まずは、この油の層のちょい上。まあ、油の層が好きな人は、油の層をギリギリ残してください。まあ、僕はね、あんまり油するのが嫌いなんで、油をあえて外して、包丁を入れます。で、ここら辺までいきます。ここら辺までブスッといきました。結構深くまで入ります。結構深くまで入れちゃってください。はい、こういう感じ。ここにね、さーっと包丁が入りました。そしたら次はこの上の部分ですね。で、上の部分もギリギリを攻めると骨に当たってしまいますんで、ちょっと下。ここら辺ですね。で、骨に当たったらちょっと角度を下にずらしつつ、奥まで包丁を入れていってください。ここら辺もこうですね。はい、こんな感じ。そしたらあとはね、力技と勘ですね。手を入れて、こう手でね、剥がしていく感じ。ほら、剥がれてきましたね。奥の方を切りつつ、この取っかかりを引っ張りながら、こういう風にくり抜いていきます。こ
れがね、なかなかコツがいるんだよな。お、来た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 。来た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 。はい、もうすぐ取れますよ。こんだけ大きいマグロでも、こんだけしかね、カマトロって取れないんですよ。来た。はい。こんだけ。で、カマは一つの魚に2つついてますんで、これが2つしか取れないんですよ。まあ大体これね、グラム数的には250グラムぐらいかな。本当に貴重な部位でございます。まだこういう風にね、ちょっと残ってますんで、これをね、こういう風にスプーンでこそぎます。スプーンでこそぐと結構取れます。これがね、本当のネギトロなんですよね。で、回らないお寿司屋さんでネギトロ頼むとめちゃくちゃ高いんですよ。実はものすごく高級なネタなんですね。で、このカマのところばっかだと、もうすごい油ぎっしゅなので、たまにこういうところの赤身も削いで、赤身も混ぜてあげると。で、自分好みのネギトロにブレンドしていくと。で、ここら辺は本当に複雑に入り込んでるし、かなり筋っこいので、オーブンかなんかで焼いて食べた方がいいと思う。次は腹ビレですね。腹ビレのところもね、結構筋っこいんですよ。でもこうやってこすればね、ほら、こういう風に取れます。で、こういうちょっと赤身のところも入れて、これも、あとは塩焼きかな。はい、こんな取れました。はい、お次はこれ赤身の処理をしていきましょうか。で、ここもね、たくさんあるように見えるんですけど、意外と骨が深く入り込んでて、綺麗な赤身っていうのはそんなに取れないんですよね。まず、ここですね。こっから包丁を入れて、骨を外します。骨の入り方さえ理解しちゃえば、もう簡単に取れますんでね。はい、こんな感じですね。とりあえず骨が外せたら、で、まだ骨がここに残ってますんで、骨を取っていきます。ほら、どんどん小さくなってきちゃいました。はい、こんな感じになりました。そしたらこの状態になったらもう骨はありません。で、こう見ると、ここちょっと色が悪いの分かりますかね？ここが血合いですので、この血合いは外してしまいます。綺麗に外します。ここお刺身にした時ちょっと生臭いんでね。はい、こんな感じになりました。そしたらあとはこれを削取りしていくんですけど、どう削取りしような。まず一回真ん中で割るか。半分に割っちゃって、で、半分に割って、ここで1個取って、で、こうして、半分に割りましょうか。できるだけこう筋を切るイメージですね。はい、こうですね。こうして反対向けて、でね、端っこの方は結構筋っこいんでね、筋を切るイメージで削取っていくと。で、先ほどのカマトロと合わせて、もうこんだけです。あの1個のカマから取れた肉はこんだけ。まあ大体 500g ぐらいかな。ちなみにあのカマの値段が3万円ぐらいでしたね。あのぐらいの大きさになると送料もバカ高いんで、まあ妥当じゃないかなと。そしたらこの赤身もまだ残ってますんで、スプーンでこうやってすくって、こう中落ちみたいですね。これも先ほどのネギトロの中に入れていきます。ここはね、ここは赤身なんで、さっきのカマトロのとこといい感じに合わさって、美味しいネギトロができると思う。まだ半解凍だからね、アイスクリームみたいな感じですね。無駄なくいただきましょう。あとは焼いちゃおうかな。でね、こういう断面、僕はこういうところはあんまり生食では食べないですね。市場でどういう風に扱われてたかわかんないんで、この剥き出しの部分って怖いんですよね。生食で食べるのはこの切った中の部分ですね。ここだったらもう安心なのでね。そしたらこちらのさばいた身を、一度こちら、ピチッとシートにくるみます。生のマグロだったらいいんですけど、やっぱり冷凍のマグロだと、解凍した時にドリップっていって、こう身の中の余計な水分が出てきちゃいますんで、あらかじめピチッとシートでくるんで、ある程度もう出しちゃいます。これするとね、生マグロに近い感覚で、とっても美味しく、冷凍のマグロが食べれますんでね。こんな感じですね。そしたらこれ冷蔵庫で2時間ぐらい脱水しましょうか。それじゃあ2時間後に移動。はい、では2時間ほど経過しました。いい感じに解凍されてますね。こうしてみると、ちょっと赤身の方がくすんじゃってますね。
ちょっとこれがね、冷凍のマグロ特有の黒ずみが来てますね。でここら辺は赤くて美味しそうなので、ここら辺を使っていきましょうか。そしたらまずこちらのスプーンでこそぎ取ったやつ。これをさらに細かくして、ネギトロにしていきましょう。包丁で叩くイメージ。この油のところとこの赤身のところをしっかり混ぜていく。はい、こんな感じ。どうでしょうか？もう植物油とか何も入れてないのに、このいい感じの赤と白のコントラスト。まさしくネギトロです。よし、これでとりあえずネギトロの部分は完成と。そしたら次は赤身を切っていきましょうか。あ、うまそう。何枚か薄切りにして、で、あとは、こう贅沢に角切りでいきましょう。コロッとこんな感じで。マグロもね、薄く切るのと角切りで切るのでは、味が全然違うんですよね。うわ、贅沢これ。で、次はこれ。カマトロですね。で、カマトロは、こう表面のちょっと黒いところですね。こういうところはトリミングします。薄くできるだけ。ロスのないように、薄く。うまそうだな、これ。そしたらこれを薄く削いでいきます。でカマトロっていうのはね、こう結構筋が強いんですよ。なので、薄く切るのが鉄則ですね。このぐらい薄くいっちゃいましょう。このぐらい。これはちょっとご近所さんに配ろう。こんなにたくさん食べれないんで。はい、ではこのようにマグロの仕込みが終わりました。そしたらこれに合う酢飯を作っていきましょう。そしたら今日はこちら。赤酢を使って、赤シャリの酢飯でいきましょう。赤酢をこんなもんですね。だいたい 20cc ぐらい。赤酢だけだと、ちょっと味が濃いなと思いますんで、これ、米酢もブレンド。赤酢の半分ぐらいの量入れます。で、そこに塩を1つまみ。お砂糖2つまみぐらい。こんなもんでどうでしょうか。ほんと、寿司酢ってね、ものすごい奥が深いんですよ。そしたら食べれる分だけ、こんなもんかな。今日はこのぐらいにしとこう。で、ここに先ほどのお酢をブレンドしていきます。いっぺんにダーって入れちゃうと、シャビシャビになっちゃった時取り返しつかないんで、ちょっとずつ入れてってくださいね。で、ご飯はね、ちょっと固めに炊いてあります。このお酢の水分が追加されるんで、普通に炊いちゃうとビシャビシャになっちゃうと思いますんで、ちょっと固めに炊いてあります。はい、ではこのように酢飯ができたら、丼に入れて、はい、こんな感じ。それでまだこれで終わりません。ここにとある食材を振りかけます。それが、こちら。たくあんですね。トロとたくあんを海苔巻きにした、トロたくっていうお寿司のネタがあるぐらい、トロとたくあんっていうのは、相性が抜群なんですよね。なんで今日はこのたくあんを千切りにして、酢飯の上にたくあん乗せて、そこにマグロをドッと乗っけようかなと思います。たくあんの千切りってあんまなったことないな。かつらむきみたいにしてみようか。こうやって。こうしてって、大根のかつらむきってすげえ苦手なんですけど、なんかたくあんだとめっちゃ簡単にできるぞ、これ。そしたら半分に切って、で、こうずらして置いていって、でこれ刻んでいくと。で、そのたくあんを酢飯の上に乗せます。あんまり乗せすぎちゃうとたくあんになっちゃいますんで、こんなものにしておきましょうか。そしたらこちらにマグロを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらですよ。もう、漁師町で出てくる丼っていう感じですよね。すごいでしょう。今日使ったのはマグロのカマなんですけど、カマだけでもこういう風に綺麗な三色丼作れるんですよ。だからマグロのカマってね、お買い得なんですよ。で、まずは、わさびを入れて、醤油を入れて、
で、わさびを溶かして、で、わさび醤油を箸に滴らせながら、ゆっくりかけていくと。全体にまんべんなくゆっくりと。よし。完璧。そしたらじゃあまずはこの油の乗ったところ、ここからいただきますか。いただきます。うんまっ。油が甘いね。で、ちょっとこの脂っこい身に、この刻んだたくあんの塩気と、このポリポリとした歯ごたえが合わさって、もうめちゃくちゃうまいんですよ。次はこちら、赤身ですね。いただきます。全然冷凍焼けしてないわ。鮮度もいいね。で、赤身なんだけど、程よく脂が乗ってますね。最高です。じゃあこちら、この 100% のネギトロ。これと、ちょっとたくあん乗せて、このご飯と一緒にいただきます。うまい。これはうまいぞ。やっぱこのネギトロとたくあんの相性半端ないわ。はい、ということで今日はこちらのマグロのカマから作った三色丼ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！ゲロのやつ。早朝から銀色かましていきたいと思います。よいしょ。で、ここにそろそろと、やばい。今日めっちゃうまくいく気がする。やばい。これ来たぞ。おー、完璧なの来た。こちら、7対3。ちょっとこれ写真撮ろう。うわ、完璧。いただきます。今7対3決まると美味しさも倍だね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は巨大マグロのカマ1個丸ごと使って余すことなく三色丼にして食べてみましたけども、マグロのカマはね、あの食べ方が一番うまいかも。で、身をくり抜いたマグロのカマもまだ焼けばね、たくさん食べられるところがありますんで、後でノコギリでこう切ってこのぐらいのサイズにしてオーブンで焼いて食べたいと思います。まだ結構食べるとこありますから、皆さんもマグロのカマを見かけた際はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。